皆さんこんにちは。ミクリアルジャパニーズのミクです。今日も3ポッドキャストの時間です。今日も京都を散歩しながら皆さんに日本文化をシェアします。今日は人とのつながりについて話したいと思います。皆さんが今の友達や恋人に出会ったきっかけは何ですか？学校や会社で出会った人もいれば、友達の紹介、SNS での出会いもあるかもしれませんね。どんな場合でも、今の友達や恋人に出会えたことは素晴らしいことだと思いませんか？なぜなら皆さんが別の学校や仕事を選んでいたら、その人たちに出会っていなかったからです。友達の紹介で今の恋人に出会った場合でも、もともとその友達に出会っていなかったら、その紹介はなかったはずですよね。このように人との出会いはたくさんの選択や偶然の出来事によってできています。世界の人口が80億人いる中、その人たちと出会えたこと、そして今もつながっていることは奇跡だと思いませんか？こういう話をするとき、日本でよく使われる言葉があります。ご縁です。ご縁は出会いやつながり、関係を表す言葉で、もともとは仏教の教えから生まれたものです。今日はこのご縁について意味や使い方を紹介したいと思います。ご縁は縁を丁寧にした言い方です。縁は仏教の教えの中で使われる因縁生起という言葉から生まれました。因縁の因は原因や始まりのことです。そしてそれに縁が加わると何かが起こるということです。つまり何かのきっかけに縁の力が加わって関係が発展するということです。関係が深くなるということです。ただ原因や始まりがあっても縁がなければ何も起こらないし、どんな関係も発展しません。じゃあこれを日本でよく言われる身近な例で例えてみましょう。日本人は昔からお米を作って生活していましたね。お米を作るときにはもみ種というお米の種のようなものが必要です。これが因です。でももみ種だけあってもお米はできません。水や太陽、土などお米を作るのに欠かせないものがあります。必要なものがあります。それが縁です。この縁が何か一つでも欠けていたらお米はできないということです。ちょっとだけ分かってきましたか？もう少し分かりやすいように人との関係で例えてみましょう。例えば恋人がいる人の場合、その恋人との関係にも必ず縁が働いているんです。一人の女性と男性が会う場面はたくさんあります。同じ学校のクラスやアルバイト先、習い事やジム、SNS などがありますよね。ここで出会うことが因ですが、縁の力がないと、その後恋人になることはありません。いろいろな縁、つまりつながりの力によって関係がつながって発展するということです。私たちの生活はほとんどがこの因と縁でできています。皆さんが今持っているもの、住んでいる場所もそうです。きっかけがあって、さらに縁によって
皆さんのところにやってきたり、その場所に住むことになったということです。もちろん仲がいい友達や同僚などの人間関係もすべて縁があってできたものだと仏教では言われています。日本では昔からこのご縁を大切にする文化、習慣があります。では、ご縁という言葉を具体的にどんな時に使うのか説明していきますね。一番よく使うのは人との特別な出会いとつながりを表す時です。例えば、旅行先で出会って仲良くなった人について、彼との出会いは素晴らしいご縁だったと表現したりします。偶然同じ旅行先で出会って話をして仲良くなるというのは珍しいことですよね。そんな特別な出会いと縁に感謝をする表現です。他にも仕事でお世話になった人にまたご縁があればよろしくお願いしますと言ったりします。これはお別れをするときによく使う言葉で、この出会いと縁に感謝して、また一緒に仕事をしたいという気持ちを表しています。一度つながった縁を大事にする日本人の気持ちが込められています。反対に縁がない場合もあります。例えば何度かデートをした人がいたけど、なかなか関係が発展しなかったり、告白して振られてしまった場合です。そんな時はご縁がなかったんだよと友達にアドバイスを受けることもあります。ご縁がない場合は少し寂しいですが、関係は終わってしまうことになります。でも時間が経ってその人と再会したら、やっぱりご縁があったということですね。ご縁はいつどんなタイミングでつながるか誰にもわかりません。だから面白いんですね。人との関係以外にも学校や会社、友達の家があって、よく通う場所についてこの場所にはご縁があるということもあります。学生時代に住んでいた場所に仕事の出張でもよく行くことになった場合、その場所にはご縁があるということもできます。どうですか？ご縁の使い方が少しずつ分かってきましたか？さっきも言ったように、日本ではご縁を大切にします。今あるご縁はもちろん、今までのご縁も大切です。そしてこれからいいご縁があるようにとお願いすることもあります。それを縁結びと言います。リボンや紐、髪の毛などの長細いものをまとめるときに結ぶと言いますよね。結ぶにはつなげるという意味があるので、縁をつなげることを縁を結ぶと言うんです。縁結びというと、恋人が欲しいとか素敵な人に出会いたいということを想像する人が多いんですけど、実は縁結びはいろいろなことに使うことができます。例えば、人とのご縁はもちろん、お金とのご縁、仕事のご縁、そして家のご縁などです。すべてのものはご縁でつながっているので、いいご縁があれば自分に合っているものを手に入れることができます。日本では神社でお願い事をする習慣があるのは皆さん知っていますよね。日本にたくさんある神社の中には縁結びで有名な神社もあります。そこで素敵な人と出会えますように、いい会社に入れますように、などと縁結びのお願いをして、縁結びのお守りを買ったりします。神社でお祈りしたら素敵なご縁がやってきそうな気持ちになりますよね。日本人が神社にお参りするとき、お金を入れる賽銭箱に何円入れるか知っていますか？そう、
皆さんもうわかりますよね。5円玉を入れます。ご縁がありますようにという願いを込めて5円玉を入れる人が多いです。じゃあ次にこの縁に関係する縁起という言葉を紹介します。よく縁起がいい、縁起が悪いという言い方をしますが、これはどんな意味だと思いますか？実は縁起は最初に紹介した因縁生起という言葉を短くしたものです。因縁生起はすべてのものは原因と縁によって起こるという意味でしたね。で、縁起がいいというのは何かいいことが起こりそうという意味です。逆に縁起が悪いは悪いことが起こりそうという意味になります。例えば日本では4と9は縁起が悪い数字だと言われています。死ぬという意味の死や苦しむという意味の苦という悪い意味の言葉と音が似ているからです。他にも黒猫を見ると縁起が悪いとか、朝雲を見ると縁起がいいとか言ったりもします。これは日本の迷信です。きっと国によって違うと思います。他にも日本のカレンダーを見ると日付のところに小さく大安や友引などと漢字が書いてあることがあります。これは六曜といって昔のカレンダーを元にして決められた縁起のいい日や悪い日のことです。6種類の日があって、その中でも縁起がいいと言われている大安の日は結婚式をしたり引っ越しをしたりするのにいいそうです。逆に縁起が悪いと言われている仏滅の日には結婚とか引っ越しなど大きいことはしない方がいいと言われています。こんな風に縁起に関わる日がカレンダーにも書かれているなんて、日本で縁起がどんなに大切なものかわかりますよね。はい、皆さん、日本のご縁の考え方がわかりましたか？私たちの生活にあるもの、人とのつながりは全部ご縁でできています。そう考えると、今あるご縁をもっと大切にしようと思えますね。皆さんは人生でご縁を感じた出会いがありましたか？コメントで教えてください。もっとこんな日本文化の動画が見たいと思う人はコメントで教えてもらえると嬉しいです。皆さんが私の動画を見てくれていることに本当に感謝しています。私はこのミクリアルジャパニーズの活動を通して出会う人や生徒さんやフォロワーさんの皆さんとも深いご縁を感じています。こうやって私の動画を皆さんが見てくれていることも一つのご縁だと思います。いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。じゃあまた次の動画で会いましょう。またね。バイバーイ。